教えてけいこ先生。はい、アイスクリームだったらチョコミント、けいこ先生です。今日もよろしくお願いします。牛の時間帯っていうのは昔の時の刻み方で、午前の1時から午前の3時までの間を牛の時間帯っていうんですね。それを30分ごとに区切って3つ目の時間帯ということで、牛三つ時って午前2時半なんです。通常地図は北が上なんですけども、古代中国の教えにのっとった、方角の見方は逆になります。中国の教えって全てがこの地球のエネルギーはどう流れるかっていうことを読み取った、教えなんですね。この太陽が昇っていく一番頭頂部、ちょっと待って、一番高いところにある、ここが一番強い。だから南が上です。でどんどん下がっていて、一番下にある時に力が弱いというか落ち着いていく。なので北が下です。そういうふうにできています。この北東の場所は牛の国、牛の場所って言われてるんですね。でこれ時の刻み方を古代中国はそういうふうにして、牛の国、根の国、虎の国、羽の国っていうふうに決めていて、北東って牛の国って言われてます。牛三つ時っていうのは鬼門にあたる場所ですよって。で鬼門って鬼が入る場所だよと言われてるんだけど、北東から南西に向かって鬼が通っていく入り口と出口です。その流れの中には超パワフルなエネルギーが通り抜けていくよ。だからそこには気をつけた方がいいよ。すんごい破壊のエネルギーが通るっていうことは、余計なものを置いとくと飛ばされちゃいますよ。基本的にその開口部からエネルギーって入ってきやすいっていう、そういう教えがあるから。鬼って何ですかっていうと、それはあくまでも幽霊でもなくって、単純に非常に破壊のパワーが強いエネルギーって、そういう考え方なんですね。この破壊していくエネルギーが入っていく入り口がここですよということなんです。藁人形を作って、こうろうそく立てて、で絶対誰に見られてはいけませんよ、そういう言われがあるんですけども、それをなぜ牛の国にやるかっていうと、その破壊のここから入ってくるエネルギーを取り込むためにそれをするんです。藁人形を打ち付けられた相手は、そのどこを打ち付けるかによってなんだけども、足だったら足バキッと折れますとか、目だったら目失明しますとか、それを現実化しやすいそのエネルギーを利用して牛の国参り、藁人形の呪いっていうのはされたっていう、そういう教えがありますね。効果はあります。でこれね、ちょっと呪いの世界の話になるので、ちょっとねそう深くなるので、とにかく覚えておいた方がいいのは、実際に牛の国午前1時から午前3時、特に牛三つって言われる2時半、この時間帯に大きな口を開けて笑ってはいけません。ものすごいいろんなものを食べない方がいいです。とにかく大きなエネルギーを吸い込むっていう動作をこの瞬間だけでもやめた方がいいんです。なぜかというと、このエネルギーが取り込まれやすくなるから。鬼門のエネルギー、変化させていく、ぶっ壊していく破壊のエネルギー、取り込みすぎるとどうなるか分かりますか？お腹が壊れます。お腹下します。あるいはね、気管が弱い人は気管支壊れるかもしれません。高い気というか強い気がわーっと入ってくると、そこから肉体がある程度損傷するというかですね、うまく機能しなくなったりするんですね。でも便秘の人なんかはね、その時間に笑ったりするといいかもしれないですね。ファーッと吹き抜けるエネルギーで出やすくなるかもしれないです。肉体じゃなくってエネルギーを取り込みすぎるとどうなるかっていうことなんですけど、自分じゃない考えが湧いてきやすくなったりとか、これまで嫌いだった人が急にいいかなって好きになったりとかですね、そういうふうにすごくいろんな変化がね起きやすくなるんです。破壊のエネルギー、変化のエネルギーが入ってくるだけではなくて、その時間帯ってやっぱり何ていうかポータルというか異次元ポケットがパカッと開きやすくなって、地味猛量たちが入れるぞって入ってくるっていう、それはね実際そうなんですよね。肉体の中にシュッと入り込まれると、要するに一つの憑依が始まる可能性があります。
でその時間帯ってじゃあ2時間全部ですかって言われるとそうじゃなくて、本当に牛蜜時2時半前後、5分10分ぐらいっていうふうにちょっと思っておいていただいた方がいいと思います。牛のコクに水を飲むとお化けが見えるようになる、正しいです。ただしもともとの霊能力がどれぐらい開かれてるかによってすぐ見えやすくなる人と全然効果がない人にははっきり分かれます。水ってね、すごく媒体なのでいろんなエネルギーを吸収しやすいんですよね。でその時間帯、先ほど申し上げたように心毛量が溢れ出てくる時間帯で、それを大口開けてガバガバ飲む。それっていうのは自分の肉体の中にそういった意識体たちを取り込みやすくなる。で自分がそのエネルギーになると同じ質のものが引き寄せられてきやすくなるし、同じ質のものを感知しやすくなるんですね。ということは単純に霊能力が上がって幽霊が見えるようになるんじゃなくて、自分が幽霊さんのお友達になってしまうみたいな、そういう考え方で、それで分かる、感じる。だからやめましょう。引きつけてしまうんで危険です。七味のお量たちって酸っぱいもの嫌いなんです。でお塩も嫌いなんです。ヒイラギの葉っぱとかね、南天の実とかいくつかその嫌いアイテムっていうのがあるので、そういったものは部屋にかけておくとかですね、枕元に置いて寝るとかね、白血鏡とかもすごく役立ちますね。あとちっちゃな小刀とかね。疲れやすい人は塩とレモンを入れた飲み物っていうのを常に飲んでおいたりして、その柑橘のちょっと香りを体の中に入れとくと、こいつやめとこってなるんですよね。夜ってエネルギー的にとにかく落ち着く時間帯なんです。取り込む作業っていうのをできるだけやめてリリースをしていくって方向に意識を持っていく方がいろんなことがうまく運びやすい。まずリリースしていくのでお風呂に入ること、ストレッチをする、あとは自分の嫌な思いをリリースする。それをブログに書く、日記に書く、あるいはもう画用紙とかに書き殴る、どんどん出すっていう作業をしていただくとすごく出やすくなります。はい。なので人の悪口言う書く、愚痴言う、それはもう夜がいいです。私電話で誰かに延々喋るのも自分はいいんだけど相手は受け取ってしまうので、自分だけでリリースするって方法を考えた方がいいかもしれないですね。夜に手紙書くと恥ずかしいって朝思う経験皆さんしてますよね。それなぜかというと、夜ってそういう自分がリリースしたも力が弱い、ふぬけた状態になっていて、でそういう時に誰かのことを思って書くものってすごくセンチメンタルに触れやすかったりとか、自分の弱いところをさらけ出してしまうとか、ある種本来の自分とは違う状態になっている、それが夜なので、牛蜜としては少し違うんだけれども、その時間帯に大事な人への手紙、上司への文句書かない方がいいですはい、書いたらちゃんとね、朝日が昇った時間帯、自分がパリッとした中心にいる時にもう一回読み返してみるとちゃんとしたことが書けると思うので、それは気をつけた方がいいですね。恥ずかしい手紙ありますよそれはもう中学生の頃とかね、高校生の頃とかね、何か交換日記とかしたりしたじゃないですか。手紙とかね、なんでこんなこと書いてんだ、恥ずかしいみたいな、こんな絶対出せないみたいな、そんなことはあります。自分の体験から言ってます今はい。まとめ。良い子は早く寝よう。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。ではまたね。抜けたいのに抜けられないというジレンマの中にいらっしゃる方がいるかもしれません。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。